春ですね。こちらは我が家の多肉花壇です。冬の間に消えちゃった多肉もいますが、その中で元気なのはこのセンペルビウムです。皆さんこんにちは。365日多肉生活のしょうこです。いつもご視聴いただきまして本当にありがとうございます。今日の動画はセンペルビウム特集です。毎年この時期にやっておきたい多肉ごとの一つ、センペルビウムのお手入れをしていきます。これだけやっておけば初心者さんももりもり増やして楽しむことができます。冬の寒さだってへっちゃらで、多肉花壇にもおすすめの最強多肉です。でも唯一梅雨時の蒸れだけが苦手です。その梅雨を乗り切るためにも今からできることやっていきましょう。このチャンネルはさまざまな多肉のご紹介やお世話をしたり増やしたり寄せ植え作りなどを通して多肉の魅力を一緒に楽しんでいくチャンネルです。初めてこのチャンネルをご覧になる方やチャンネル登録がまだの方は登録をお願いします。最後までよろしくお願いします。今日はセンペルビウムです。で、うちのセンペルビウム全部センペルビウム全部一応持ってきました。こんな感じ。そう。で、去年お手入れしたりしたのがこの子たち。なんで蒸れて枯れかけた子がこの辺なんだけど、なんとかギリ持ってるのとか消えちゃってる子もいるけど、余ったセンペルのちっちゃい助かるかどうかわかんない子たちをここに刺しといた子たち生きてます。ちょっとお水もらってないのでふにゃふにゃ。なんか向きが面白いね。向きがなんか。棚に入れてるから太陽の方に向いて傾いちゃうんだよね。この辺もそうだけど、たまにこう回してあげないと傾いちゃう。で、お水あげるようになってからまた、回転し始めようかな。前から回転はしてたんだけど、冬の間はほとんど休眠期で動かないので、そのまんま置いてたら春になってむにゅーって太陽を求めて傾いてきちゃう。本当はこう上向いてるのが普通ね。葉っぱ開かないんだよね。今ね、水が切れてて、こんな柔らかいのわかる？ふにゃふにゃ。吸ってくるとこう開いてくる。ああ、そうなんだ。そうそう。センペルビウムは初心者の方でも簡単に育てられるし、増えるし、可愛いし、楽しいのでおすすめです。すごく増えてる。全部いろんな種類があるんだけど、多分じゃないね。全部一株ずつから増えてる。何年かでこう増えていってる子で。去年お手入れ、こう小株を外したりしてたんだけど、もうこんな。すごいでしょ。ちょっとこれ。うわ、すごいボーボー。もうね、水欲しくって、こんな感じ。で、これを増やすのは、これ、プチってちぎるだけ。で、すごい簡単に増えちゃう。ので、これは後でちょっとやってみようと思います。こんなボッサボサ。すごいね。すごいよね。みんなそんな感じで、こんなです。で、これ、こう垂れてくるのも可愛いけど、ちょっとこのトレイで育ててると、やっぱり窮屈なので、これは外した方がいい。で、いつも梅雨前にお手入れするんだけど、やっぱり梅雨の蒸れだけはちょっとセンペル弱いから、すっきりさせてあげた方がいいです。なので、梅雨前にお手入れしていきます。冬の間に、こんな消えちゃった子。冬はすごい強いんだけど、やっぱりマイナス9度とかね、今回大寒波があったから、こうやって傷んじゃってる子もいるけど、しょうがない。もうこれは一回。個体差。そうだね。別にトレイの真ん中にあったけど、そんなの関係ねえみたいな感じで、こうやって傷んじゃってる子もいるけど、だいたい冬には強い。梅雨だけ注意すればどんどん増えて優秀な子です。で、ここなんかも親株のところは枯れちゃったんだよね。これはね、もう蒸しちゃったけど、パリパリになっちゃって蒸しちゃったんだけど。で、ランナーの方は生きてたようだったから、ブシュブシュって刺しといたら、これなんか水ちょっと吸って緑になってきた。こっちは、吸えてないね。ランナーって何？ランナーっていうのは、これ。枝と違うの？なんだろうね。側枝っていうのかな。ちょっとよく見えないね。
そうこの親株の脇から伸びてきて、うん、でそこに子株ができる。でこれ、うん、こうやってプチってちぎれるんだよね。それですごいね。水くれね、水くれ。でここにこうやって刺しとけば、まあ根付くんだけど、これも後で取っていきたいと思います。すごい増えるね。すんごい増える。だって一株ずつがこんななってるんだから。すごいね。うん。で面白いのが、この子鉄火みたいにまん丸になる。可愛いでしょ。可愛いというか。何気持ち悪い。気持ち悪い。そうそう、まん丸になっちゃったんだよね。親株は普通の形してたんだけど、でも地植えにもおすすめ。地植えある程度消えちゃうけど、それでもこんなに増えるので、まあ大事な子はやんない方がいいかもしれないけど、こうやっていっぱい増えた子は花壇とか、うちも花壇に植わってるよね。植わってる。今も見てきたけど元気。あ、元気。で花壇にもおすすめです。エケベリアとかちょっともったいないな、やっぱ一定数ダメになるのは花壇の場合はしょうがないから、エケベリアとかはちょっともったいないなと思っても、これだったら大丈夫みたいな。差別だ。でもまあいっぱい増えるからね。まあ強いってことね。そうそうそう、そういうこと。でも確かに群れに弱そうな感じするね、薄葉でね。できればね、花壇でもう少しちょっと厳しいなと思うのは、やっぱり、こう枯葉がある程度できてくるでしょ、こういう感じで。これはあんまり枯葉ないけど、枯葉ができてきて、それを取らないと蒸れちゃうんだよね。だから花壇だったら下から覗き込むのはちょっと難しいから、やっぱりダメになりやすい。鉢だったらこういうのね、こうやってめくって枯葉取れるから、生存率が高くなるんだよね。こういうお手入れができるから、枯葉取ってない。じゃあやっぱり地植えよりも、何でもそう。何でも地植えよりは、でも何でもそう。セダムは違うかもしれない。地植えの方がブワーッとなるけど、でランナーっていうのはこっちはこんなになってるからわけわかんないけど、こんな横から小株がこうやって出てくる、見える？そうそうそう。小株が出てきて、こう伸びてきて、こうなる。そう。こういう増え方をするのがセンペルビウムの特徴的なこと。胴切りとかもできるらしいんだけど、私はやったことないけど、葉ざしもできるらしいけど、そう薄いから葉っぱが。でも胴切りわざわざでも胴切りってでも大きくなったら胴切りした方がいいよね、やっぱり。センペルって大型種はあるらしいけど、そこまで私は大きくならないから、まあ8で十分かなっていう。こういうのはどんどん大きくなるわけじゃなくて、あんまり大きさ変わんないよね。まあ大きくなるけど、大型種もあるらしい。でも私が買ってるのが、ホームセンターのとか100均とかのがほとんど全部だから、高級種は買ったことがないから、それはわからない。私でも欲しいやつがあるんだよね。バニラシフォンっていう、美味しそう。そうそう、バニラシフォンっていうなんかセンペル界では私の中ではお姫様みたいなのがいるんだよね。そういうの欲しいんだけど、なかなかなんか特徴があるのそれ？なんかね、クリーム色みたいな。すごいね。そう。こういう色はセンペルってさ、これもさちょっと気になってるんだけど、なんかワルシャワ眉みたいな。これも可愛いよね。可愛い。これは可愛いけど、なんかすごいね。これも大きくなるんだけど、もともと親株がいたんだけど、それは花芽が立っちゃって枯れちゃったんだよね。これはランナーで残ってたやつをこう増やしてるだけ。センペルは花芽が立つとその株は枯れちゃう。だけど花芽立ってきて、早めにその花芽をバサッと切ると、花芽って塔みたいにこうなってくるんだけど、バサッと切ると胴切りみたいな感じになって、小株がわーっと増えるんだよね。だから花芽が立ってきたなと思ったら切って生き伸ばすこともできるみたい。でも基本花芽立ってきたのはちょっと枯れちゃう可能性が高い。これさ、素朴の疑問だけど、このセンペルは群れに弱いのに、こんななんか眉みたいに周りにさ、この毛がいっぱいこう、毛っていうの、糸っていうの、糸みたいなのがいっぱいさ絡まってるじゃない。
なんかすぐ蒸れるんじゃないかなって気がするんだよ。なんかこの、エケベリアもだけど、毛みたいなやつは、やっぱり蒸れるやすい。あ、蒸れやすいんだ。何のためにこの、でもそれは寒さとか暑さを自分を守るためって言われてるけど、蒸れやすい。蒸れやすいね。ね。そうか。だからまあ乾燥したところだと。そうなんだよね。もともとの原産地とかだったらそういうことなんだと思うんだよね。直射日光とかを避ける意味で。涼しそう、ちょっと。そういう意味であるんだけど、日本だと蒸れやすい。なるほどね。そう。でもそうは言っても普通のエケベリアよりは私は大丈夫なような気がする。加湿にならなければ大丈夫だから。でも、それもわかんないんだけど、センペルは培養土で植えるって人もいるんだよね。私は良くないっていう、そんなこと言っちゃいけないよね。培養土っていうのはでも栄養があるんだよ。栄養がある。でも、水はけがあまり良くない。水持ちがいいように作ってるように思う。私はね。だからなるべくだったら水はけがいい土の方が健康に育つような気がします。で、その例っていうか、花壇の脇に置いてる子なんだけど、わかる？くっきり半分なの。半分。あ、何これ？あ、半分に植えたわけじゃなくて？じゃなくて、この左側にあって、右側は何もないっていうのは、右側は何かあったの？花壇、これ植えてるじゃん。あ、本当だ。ちょっと待って。よく見たらいるね。そう、花壇の脇だったから、花壇の屋根があるんだよね。で、屋根のちょうどこう、水かからないところは無事で、かかるところはこうなるんや。溶けちゃったんだろうね、これ。うわ。溶けて、ほら、もうバラバラ。うわ、粉々やね。溶けちゃった。こう綺麗に半分こう雨が当たるのと、ちゃんと屋根があったのと、ところでこんなくっきり分かれる。なんか加湿には弱い。同じ鉢なのに、上からじゃんじゃん来てここの中に水が溜まってる時間が長いと、下には土の中には多分水は同じだと思う。そう思うんだけど、上からの水でこういう感じで半分だけ消え去ってしまう。面白いね。っていうか、たまたまいい実験。もっと観察しなさいよって感じ。そう、ちゃんと見ときなさいよ。ちゃんと雨降ってきたら避けなさいよって感じだけど。誰の真似？いや、誰とは言う。こっちも同じだね。同じ場所で、花壇の脇にポンポンと置いてたら、こっちがちっちゃい、こっちが大きい。どういうこと？あ、本当だ。わかる？面白いね。なんか適当ってちょうどいい水とちょっと多すぎ、この中にずっと水が溜まってたりすると成長を阻害されて、でも生きてるけどね、この子たちはね。こんな感じで、ちゃんと屋根の中にいた子はまん丸、普通に。でもちっちゃいね。これもともとほんとちっちゃいやつが植えてるからね。でもまあ生きてれば大丈夫。これは防寒もなんもないところ。生きてるだけで儲けます。そうだけ言ってたね。防寒が一切なかった冬を乗り越えたから、まあ生きてるだけよかったねって。こっちは一応さ、棚の中だから、防寒シートとかちょっと風はね。そう風はしのげてたけど、風も吹きさらしのところで生きてたから、この子は偉い。そう、こんな感じです。これであとは何するんだっけ？あとこのランナーを外していきたいと思います。で、これ消えたやつは整理してっていう感じですね。これが前々回のセンペルかな。綺麗だったセンペルがある日突然色が変わって樹れたっていうのを覚えてる？そういう。っていうか、このすごいな、鉢がなんか巨匠が作ってましたね。でしょ？私が100均の鉢にリメイクしました。ね、なんか男気のあるワイルド渋い。ほらね、すごいね。ワイルドだろう。ワイルド。色もなんか過ぎちゃうみたいで。これもシール貼っただけだけど。いや、左のようにちょっと心奪われるわ。セメント鉢。セメントを塗ったのそれ。セメントと砂を混ぜて塗ったらこんな感じ。いい感じでしょ？いい感じ。100均の土だけど、でも100均の鉢だから底穴がちょっとちっちゃいよね。ちっちゃいね。
ちっちゃいでしょ、うん、だからこれも親株が樹れちゃって2つだけランナーから、うん、ちっちゃい小株が生きてたのを、うん、死んじゃうかもしれないなと思いながらも植えたの、うん、だからこれも今回この鉢からちょっと卒業させて、うん、独り立ちさせようかな。これもお水はあんまりもらってないから植え替えようと思います。次、はい、この子たちボーボーたちブルーボーイのランナーを外して独り立ちというか、すごいね、ハサミもいらないもうちぎれちゃう。こういう感じで正しいかどうかわかんないけど、私はいつもこう、これで増えるんだから別にいいよね。そう死んじゃいないこんな感じで簡単に外せます。22年5月に去年はお手入れしてるんだね。それで鉢植えるだけすごいね、なんかちょっと笑いが出るの。なんで可愛いじゃん。可愛いから笑えるのがちょっとなんでおかしいのかちょっと自分でも分かってないんだけどツボにはまった。これにいつもの土オルトランはもう入ってます。センペルは肥料はいらない、ほとんどいらないようなんだけど、私はいつもの肥料を1個入れます。でもセンペルは本当にね、痩せた土地が好きというか、そういうところに育ってるから本当はいらないんだよね。ランナーは取っちゃってもいいけど、つけといてもどっちでもいいけど、ちょっと根っこがボーボーやってすぎるから取っちゃう。なんかセンペルが根付かない根付かないって言ってる人がいたんだよね。そういう時はこうやってランナーでもいいからちょっと残しとくといいんじゃないかなと思う。ちょっと今の意味わからなかった。そしたら芯になるじゃん。ランナー硬いから。そしたらグッと土に刺さるから根っこも張りやすいんじゃないかなと思うので、これをあんまり長いの邪魔だから、こうやって切って、まず根っこつまんで、入れるじゃない、でこう芯が残ってるから芯をぐさぐさっと刺す。難しそう。ランナーがない方がいやでも芯があると浮いてこないから。根付かないってそういうことなの？わからない。浮いてくるってこと？浮いてくるってことかな。こうやってなんか全部浮いちゃうね。あ、僕のやつをまでやるのね。場所問題だと本当は一個一個した方がいいかもしれないけど、そうやな。このペースで増えると大変でしょ。お手入れした日付を入れて。これは庭を良くするのと、ブロワーで飛ばないように軽石を引くのかな。勉強してるじゃん。何回も言われるからさすがに覚えた。だって次。デザートブロー。何？これ絡まってんの？違う。どうなってんの？隣の鉢に根っこがこうなってるわけよ。こいつ贅沢なやつやな。厚かましいとも言う。こっちが厚かましかった。これがこっちにすっぽり入ってた根っこが。すごいな。お隣さんの土侵入。センペル面白いな。面白いわ。センペル面白いわ。センペル面白いでしょ。面白いね。だからセンペルだけ集めてる人とかもいるんだよね。気持ちわかる。なんかね、庭にセンペルがわーっと植わってる壮観。なんとなく気持ちわかる。まあ地植えもできるからやな。そう。サートブルーム子がどんだけ増えるんだって。センペル花壇作ってみたいな。面白い。センペル花壇はしたいね。センペル花壇作ろうか今度。レンガで。ぜひセンペルいいね。センペルだけの花壇。でも屋根は必要ですね。屋根はいるね。そうか、さっきの実験でな。そう。基本の土は一緒。でこっちは肥料ありにしよう。単に葉っぱじゃない、枯れ葉取るだけ。
その時一緒に根っこもつまんじゃっても全然平気なんだけどね。平気そうよね。うん。どんどん出てきそう。そう。で極端な話、このランナーだけ刺して見る。根っこ出てる。そう、根っこ出てても大丈夫なんだけどね。大丈夫そう。全然大丈夫そう。勝手に潜っていくからね。人の土地だろうがなんだろうが潜っていく。そう、まあ大体刺さってれば。そう大体まあ置いといても大丈夫な感じ。なんで刺しとき。これ反ってる葉っぱは取っちゃった方がいい。日当たりが悪いとセンペルってスカート履くっていう状態になっちゃうんだよね。スカートっていうのは葉っぱが垂れるってこと？そう下葉がこう下がってきちゃうの。だからこれとか親株の影になってて、ちょっと日当たりが悪くなってるとそういう感じで下がってくる葉っぱがあるんだけど、それはむしっちゃえば問題ない。そのまんまでも大丈夫だけど、葉っぱが土の中に入ってると水はけが悪いと腐っちゃうんだよね、その葉っぱ。まあ水はけが良ければそのうちなくなるでもなるべくだったら葉っぱは取って感じ。そう葉っぱは取った方がいいね。枯れ葉とかもとにかく蒸れない環境にしてあげるといいです。ポイントはそれで。そう深植えにならない。深植えっていうのはこうやって埋まっちゃうと、さっきの理由でこの辺の腐りやすくなっちゃうから、なるべくこういう埋まり方になるように朝を調整する。でこれは肥料なしのセンペル。そっか、そのままね。私はカリが多いのが好きだから、カリとマグネシウムがちょっと多めのものをいつも用意する。カリっていうのはカリウムのこと？カリウムだね。それが多いやつを選んでる。あれもう一個入れたっけ？なんか入れてたよね。そう。でもまあ何でもいい。要は楽しければ何でもいい。ざっくりで。そんな厳密にこうだからこうって趣味なんだから。まあいろ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 試してみて。だってそれがいいと思っても、行ってるホームセンターになかったら、まあ通販で買えばいいかもしれないけど、そこまでじゃないじゃん。まあそうやな。だから行ったホームセンターでこれがいいかな、あれがいいかなって選ぶのが楽しい。で実際やってみて。そう。ホームセンターこれがいいと思ってても、なんか商品の入れ替えでなくなっちゃうこともあるんだよね。そう。確かに。そういやさ、うちが作ってるプランターで使ってる塗料、全部入れ替えで別の商品になってたわ。そうなの？そう。パッケージが変わったってこの前言ってたよ。パッケージじゃなくて会社が違ってた。どうなんやろうね。ちょっと試してみんと。それもそうやけどね。試してみんとわからん。そうなんだよね。ホームセンターって結構商品の入れ替わりが激しいんだよね。そうやな。結局まあいいと思うから買えるんやろうけど。そうだから気に入ってても分かんないからね、とにかく試し自分の行ってるホームセンターであるもので探すって感じだよね。これがいいとも取り寄せてまでやるのもね、それまあこだわりでやってる人はそれでいいと思うけど、まあその人のそのスタンスで楽しめばいいってことやな。こだわる人はこだわればいいし。そう私なんか結構適当だからまあいっかって、じゃあこれでやってみましょうって感じ。前はカインズオリジナルだったんだけど、それがもうなくなったんだよね。そうなんだ。そう探してもないから、店員さんに聞いてないけど、から今度あれを買ってみたわけよ。別のやつを。しょっちゅう変わるからさ分かんないよね。とはいえ俺なんて失敗したくないみたいな思いもあるよね。まあ誰だって失敗したくないよね。その中でその実験が楽しめるのと、実験はしたくないみたいな。でもやっぱりそういうのあるよね。お高い子例えば2000円とかさするのにさ、実験はしたくないなみたいなのは個人的にはね。それは誰だってそうだよね。
だからこうやって自分家で増やした子だったらいくらでも実験できるからいいよね、試して、肥料にしてもね、何でも試してみれる。だから試せる苗と試せない苗もあると思うからね。それはあるよね。だから試せる苗でちょっと試してみるとかね。いろいろ試してみるのは楽しい。そうやな。それは絶対そうやな。何でも試してみたくないっていうんじゃ先に進まんもんな。そうそうそう、全部成功なんてありえないんだから。ありえないからな。これが肥料あり。さあ変わるかな。1年後だね。センペルぐらいだったら1年ってだいぶ変わるからね、変わる場合はね。お水やって、これはちょっと、比べやすいようにベランダで管理します。次。毛をまとってるやつあるじゃん。あ、モケモケ？ワルシャワ。あれワルシャっていうの？あれさ、なんかちっちゃいのしか見たことないんやけど、あれ大きくしないの？大きく植え替えれば大きくなるよ。もっと大きくしたいなっていう。あ、そう。じゃああなたも植え替える？いやいやいや。え、なんで？失敗したくないの。なんで？植え替えればいいじゃん。私失敗したくない。そうだ。じゃあこれは1個の鉢に全部を植えてみよう。そら大きくなるよ。あ、そう。じゃあこれもやってみようか。ワルシャワ。まずこっち植え替えます。これはシールみたいなのって剥げないね。剥げないね。全然大丈夫。あ、剥げた。剥げた。だってシールだもんね、これ。100均のシール。ああ、いや、おかしいと思ったけど、そんなに頑丈なのと思ったけど。あげました。あげましたね。まあ、これは、こうやって植え替えの時期までついてればいいでしょうって感じでしょ。植え替えてから2日後、春の優しい雨が降っています。この雨をしっかり吸ってふにゃふにゃだった葉がシャキンとしました。春の成長期に小株たちはまだまだ大きく成長することでしょう。本格的な夏の前にはもう一度ランナーを外すことになりそうです。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもいただけたら嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。